天体望遠鏡の部屋。3D プリンタで作った天体撮影関連パーツ紹介その2。2021年11月。まずは PO と穴の開いた謎のプレートです。そして5つのリングがつながったパーツが重なります。実は SV ボニーの2インチフィルターホイール用に作った改良パーツです。このケースの中に仕込んで使用します。金属製のカバーを外すと、すでに改良パーツが組み込まれています。こちらが5つのリングがつながったパーツ。そしてフィルターホイールを取り外すと、ケースの底に PO と穴の開いたプレート。これは何を改良するかというと、遮光性をアップします。ノーマル状態だと隙間が非常に大きくて、外からの光が簡単に侵入してきます。ライトを当ててみると、もろに明るく照らされてしまうので、これを撮影用途で使うにはちょっと問題です。改良パーツで 100% 遮光できるわけではありませんが、隙間をほとんど埋めているので、かなり効果は高いと思います。健康のフィルター枠を基準にサイズを設定したのですが、SV ボニーのフィルター枠が少し大きかったようで、残念ながらこれには使えませんでした。次に作り直すタイミングがもしあったら、一つだけ穴サイズを大きくしようと思います。とりあえずフィルター3つを装着して組み立てます。もし、この SV ボニー BL フィルターを使う場合は、フィルターホイールの2インチスリーブに取り付けるしかありません。先ほどと同じように光を当ててみます。改良パーツのおかげでしっかり遮光できているようです。これなら天体撮影にも使えるようになったと思います。カバーをしっかりと取り付けます。接眼部取り付け用の延長チューブを取り付けます。ホイールを回すとフィルターを簡単に切り替えられます。ちょっとフィルターからの乱反射が多いので、まだ改善の余地がありますね。次は
簡単なリングの 3D モデルです。RC6 の純正レデューサーを T マウントに取り付ける場合、バックフォーカスを調整するための延長リングを使用していますが、リングの外径が異なっていて段差になっています。この変換リングの先にレデューサーをねじ込んで使用します。レデューサーを含めて径を一定に揃えるために調整リングを作りました。外側にかぶせるようにはめ込みます。次も簡単な形状ですが、アルカスイスに装着するためのアダプタです。この人工製ジェネレーターに使用します。水平に固定して使用したいのですが、なぜか固定することを考えて作られていません。本体はこのようなポケットライトを転用したような筒状のものです。外装は金属ではなくプラスチックのかなり安っぽい作りで値段ちょっと高すぎな気がします。それはさておき、固定のことが考えられていないのが一番ダメです。で、このアダプタを作ってみました。アルカスイス互換なので三脚等に確実に固定できます。次も簡単な形状ですが、C 型の小さなリングです。中古で購入したビクセンのビド運台ですが、一つ調整ノブに違和感がありました。ダイレクト感がなく、少し遅れて反応します。よくよく調べると、軸部分のプラパーツにひびが入って力が逃げていました。幸い完全に割れる前だったので、補強すればなんとかなりそうです。ということで作ったのが、この C リングです。こんな感じで圧入して隙間を埋めてひびが広がらないように押さえつけます。この映像ではひびが見えなくなるほどしっかりと押さえつけてくれています。ちなみにノーマルはこんな感じで肉抜きされた形状になっています。次は以前に作った SV1494 用アルカスイス互換マウントの紹介料です。レンズ後端がわずかに接触していたようで、ものによってはレンズ装着できなかったため、キャップを広げるためにファンネル状に削りました。一体成形や削り加工で、この全体形状に仕上げるのは難しいと思われますが、積層型の 3D プリンタなら実現できます。次は 31.7mm フィルタキャップです。ZV-E10 にフィルタをつけた場合に傷つき防止のために急遽作りました。ちょっとサイズが小さかったようですが、目的は達成しています。次は 31.7mm の反射防止用スリーブです。3D プリンタのライン幅 0.4mm に合わせて最小圧で作った薄いモデルです。これを差し込むだけで
簡易的に反射を抑えます。金属製のスリーブの内側は結構反射しまくっているので、食毛紙などで反射を抑えたりしますが、毛が抜けてゴミとして写真に写り込んでしまうのが嫌なので、試しにマットブラックの PLA で作ってみました。ある程度は反射を抑えることができているようです。最後に ZV-E10 用に購入した可変 ND フィルター用のカバーです。このようにリングを回すと原稿量が変化するフィルターです。取り付けはレンズ側の 40.5mm のフィルタネジですが、なぜか反対側のネジ径が 40.5mm より大きくなっています。このため純正のレンズカバーがきちんとはまりません。多少は引っかかるのですが、簡単に外れてしまいます。フュージョン360ではちょうど良いサイズのネジが切れないので、近い値のものでモデリングしておきます。あとはスライサーの方で XYZ サイズを微調整することで目的のサイズに仕上げます。若干サイズが合っていない感じもありますが、フィルターを保護する目的では十分に機能するので、これでよしとします。続く